こんにちは、村雲です。今回の動画では、先日、レクサスより発表された、新型 LBX の内外装紹介、及び装備内容について紹介します。それではご覧ください。まずは、グレード構成についてです。LBX にはベースグレードは存在せず、装備の違いによって、スポーティーなイメージを強調したクール、落ち着いたプレミアムな印象のリラックス、オーダーメイドによって無二の1台を作り上げるビスポークビルドの3グレード構成となっており、すべてのグレードに直列3気筒 1.5 リッターエンジンにモーターを組み合わせたハイブリッドシステムが搭載されており、FF もしくは 4WD が選択可能となっており、車両本体価格はご覧の通りとなっています。レクサスとしては、最も手の届きやすい価格帯ではありますが、この価格が割高かどうかは以降に紹介する装備内容から判断いただければと思います。注意点として、ビスポークビルドに関しては、限定100台の使用となっており、全国のレクサス店にて、11月21日までの受付となっています。続いて、パワートレーンについてです。LBX には直列3気筒 1.5 リッターエンジンにモーターを組み合わせたハイブリッドシステムが搭載されています。ヤリスクロスと同じパワートレーンの構成と勘違いされがちかもしれませんが、特に電動系のパワートレーンが刷新されており、より大電流を流せるバイポーラ型電池の採用などで、フロントモーターで14馬力、44ニュートンアップとパワーアップしていることで、より電動走行領域の拡張されていることに加え、上質な走りが実現されているとともに、バランスシャフトの追加によるエンジン振動の低減、新開発ショックアブソーバの採用によって、レクサスらしい上質な走りへのこだわりを感じる装備となっています。注意点としては、来年度に開催される東京オートサロンにて、ハイパフォーマンスバージョンのコンセプトの展示が予告されており、より動力性能の高い F スポーツ仕様の設定の可能性もあるため、そちらの登場を待った方がいいかもしれません。続いて、内外装飾についてです。まずは外装飾についてです。LBX には、バイトーンカラー含めて、ご覧の全17色が設定されています。ただ、グレードによって選択できる外反色が細かく設定されており、クールではご覧の組み合わせ、リラックスではご覧の組み合わせ、ビスポークビルドではご覧の組み合わせとなっており、注意となっています。特にクールを選ぶか、リラックスを選ぶかによって、単色かバイトーンかがほぼ決まるため、注意です。内装色に関しては、ご覧の6色が設定されており、こちらに関してもクールではご覧の色、リラックスではご覧の色、ビスポークビルドではご覧の色が選択でき、グレードによって選択できる色が異なるとともに、素材に関してもクールに関しては本革とスエードの組み合わせ、リラックスに関しては本革になっていたりと異なるため注意です。ビスポークビルドに関しては、動画の最後にシミュレーションの様子をお届けしますが、内装のメインカラー、シート素材、ステッチの色、パターンなど、すべてを自分好みに選択でき、まさに自分だけの LBX を作り上げることができます。今回紹介する展示車の概要についてです。グレードはクール、パワートレーンは直列3気筒 1.5 リッターエンジンにモーターを組み合わせたハイブリッドシステム、外反色はソニッククロム、ブラックのバイトーン、内装色はブラック、ダークグレーの組み合わせとなっています。外観紹介、まずはフロントフェイスからです。LBX のフロントデザインにはユニファイドスピンドルというデザイン手法が取り入れられており、これまでのスピンドルグリルが上下に分割され、上半分には1本のラインがヘッドライトまで連続してつながっており、下半分には格子状のスピンドル形状が形成されています。
これまでのグリルのみでスピンドルを表現する手法から、フロントフェイス全体でスピンドル形状を表現するものとなっていますが、一目でレクサスとわかるデザインとなっています。随所に与えられている細かな過色に関しては、すべて塗装されており、非常に質感高く、クラスの概念を超える高級車のコンセプトに忠実なものとなっています。質感に加え、デザイン自体も幅広な印象を与えるボリューム感を持ったものとなっており、塊感による存在感の高さが、質感の高さと相まって、高級車然とした雰囲気を高めています。ビスポークビルドに関しては、このフロントフェイスにシルバー化色のワンポイントパーツを加えることでより高級感を増す装備を追加することができるため、要チェックです。サイドに回り込んできました。LBX のボディサイズは、全長 4190mm、全幅 1825mm、全高 1545mm、ホイールベース 2580mm となっています。これはヤリスクロスと比較すると全長プラス 10mm、全幅プラス 60mm、全高マイナス 35mm、ホイールベースプラス 20mm となっており、よりロー&ワイドなシルエットとなっていることがわかります。ただ、単純にデザイン優先というわけではなく、全高が 1550mm 以下とすることで機械式駐車場にも対応できるようにされていたり、最小回転半径がヤリスクロスよりも小さい 5.2 メートルであったりと、取り回し性にも配慮された、まさに気兼ねなく運転できる高級車であると言えます。サイドのシルエットで特に目を引くのがやはりタイヤの存在感であり、コンパクトなボディに組み合わされた台形ホイールが凝縮感を強調しています。また、サイドのボディラインに関してもリアフェンダーの盛り上がりを強調するように形成されており、こちらでも SUV らしい力強さを感じさせてくれます。そのようなシルエットでありながら、B ピラーのピアノブラック塗装や、シルバーメッキの過色がルーフのラインに沿って与えられているなど、高級車としての質感も担保されており、所有満足度を高めてくれるこだわりを感じるものとなっています。サイドに関しても、ビスポークビルドでは C ピラー付近にフィルム過色を追加することができ、より高級感を高める装備が用意されています。ホイールデザインはこのようになっており、タイヤサイズは 225/55R 18インチとなっています。こちらはクール専用デザインとなっており、加えてブラックキャリパーとなっています。それに対し、リラックスのホイールデザインはこのようになっており、タイヤサイズはクールと同じになっていますが、キャリパーは無塗装となっています。ホイールデザインに関しては変更不可となっているため、注意です。ただ、ビスポークビルドではご覧の豊富なホイールデザインを選択でき、タイヤサイズも異なるため、乗り味にも影響する部分であり、注意して選択する必要があります。リアに回り込んできました。最もコンパクトカー離れした存在感を放っていると思われ、リアフェンダーの盛り上がりを強調するラインがテールランプと連続性を持って集約されていることで、その存在感をより大きなものとしており、その幅広のボディサイドを一文字につなぐ個性的なテールライトが幅広感をより強調しています。マフラーは隠されるデザインとなっており、リアバンパーサイドの過色にもメッキパーツがあしらわれており、隙なしの質感となっています。リアデザインに関しても、ビスポークビルドではご覧のシルバーのメッキ過色を選択可能となっています。内装紹介。まずはトランク容量からです。トランク容量はご覧の通りとなっており、左右方向がかなりえぐられていることに加えて、SUV のため、高さ方向に余裕もあり、さらにはデッキボードを2段階で高さ調整することで容量も確保することができたりと、必要十分以上の容量が確保されていました。この車両には非常時などの外部給電用のコンセントが装備されていましたが、こちらはクール、リラックスにはオプション、ビスポークビルドには標準装備となっているため注意です。
また鉱石を6対4で分割加糖することで、ご覧のようにゴルフバッグなどの長尺ものも収納可能となるため、実用性において不満に感じる場面はかなり少ないかと思います。続いて運転席周りについてです。ドア内張りはこのようになっており、上面がソフトパッド、ドア持ち手周辺にはスウェード素材、ブラウンのステッチが施されていたりと、異なる素材が組み合わされることで質感の高さが表現されており、またレクサス共通の装備としてドアの開閉には E ラッチ機能が装備されており、ワンタッチでのドアの開閉が可能となっています。ちなみにリラックスではスウェード素材の部分が本革となり、ビスポークビルドでは選択可能となります。乗り込みに際しては SUV のため頭上スペースに余裕もあり、すっと乗り込むことが可能ですが、レクサスおなじみの乗降位置までシートやステアリング位置がスライドする機構はありません。ステアリング形状はこのようになっており、本革の素材のものとなっています。左側にオーディオ操作系、右側に予防安全系のスイッチが集約されていることに加えて、ヘッドアップディスプレイと連動したタッチトレーサーシステムが装備されていることで目線をそらさずに運転に必要な情報や各種操作が可能となっていますが、こちらはクール、リラックスにはオプション、ビスポークビルドには標準装備となっており、注意です。また乗り込みの際にお伝えした通り、ステアリング位置調整も電動ではなく、このあたりはレクサスの世界観統一という意味でも標準装備として欲しかったところですね。その他機能としては、ステアリングヒーター、パドルシフトが標準装備となっています。メーター画面はこのようになっており、こちらは LM と同時に装備されるようになった 12.3 インチのフル液晶メーターが標準装備となっている点が嬉しいところです。フル液晶メーターとなったことでご覧のように情報量の拡張と合わせ、メーターレイアウトの変更も可能となっており、他のレクサスにもない機能となっているため、クラスのヒエラルキーを打ち破る車両であることがよくわかります。運転支援系装備に関しても充実しており、最新のレクサスセーフティーシステムが与えられていることで、前走車と一定の車間距離を保って追従するレーントレーシングアシストや、車両がカーブなどを検知した際に減速支援などを行うプロアクティブドライビングアシストなどが標準装備となっています。加えて車両周囲の様子をカメラで捉え、ナビ画面に表示するパノラミックビューモニターも標準装備となっています。さらなる安全装備として、渋滞時に車両が運転操作を実施するアドバンスドドライブや、リモート操作にて車両が駐車を実施するアドバンスドパークなどのより高度な運転支援機能に関しては、クール、リラックスにはオプション、ビスポークビルドには標準装備となっており、注意です。運転席からの視界はこのようになっており、A ピラーとドアミラー間の死角がないようになっており、ナビ画面も視界の両線と被ることはないため、視界は良好となっていますが、デジタルインナーミラーの設定はなかったため、注意です。内装関係装備として、アンビエントライトの設定もあり、その時の気分に応じて照明の雰囲気を変更可能であり、光による演出でも質感が担保されています。ナビ画面はこのようになっており、9.8 インチのディスプレイが標準装備となっています。エアコン操作やシートヒーターなどのオンオフなどもこちらで操作可能となっており、その他のレクサス車両と異なり、よりドライバーに近いレイアウトとなっていることで、自然なドライビングポジションからタッチ操作可能となっています。エアコン操作画面などがナビ操作になることで直感的な操作が難しくなるかもしれませんが、LBX にはその他のレクサス車同様、車両側が快適な空間となるよう、オートでエアコン操作などを実施するクライメートコンシェルジュの機能を備えているため、問題はないかと思います。
オーディオシステムに関しては、標準では6スピーカーレイアウトとなっており、レクサスおなじみのマーク・レビンソンオーディオシステムに関しては、クール、リラックスにはオプション、ビスポークビルドには標準装備となっており、注意です。ナビ画面の下部には置くだけ充電スペースが設けられており、スマホの充電が可能となっていますが、こちらもクール、リラックスにはオプション、ビスポークビルドには標準装備となっており、注意です。またあまり大きなスマホのサイズには対応できなさそうですので、そちらも要チェックとなっています。その後ろにはドリンクホルダーが一つ設けられており、その後ろには電子式のシフトノブが設けられており、そのパネルにも光沢感があるものが用いられていることで質感が担保されています。その後ろにはもう一つのドリンクホルダーがあり、その後ろにはアームレスト健康物入れが設けられています。シート形状はご覧の通りとなっており、肩まで支えるサイドサポートがしっかりしたシートとなっており、力の入らないドライビング姿勢を自然と取れるよう導いてくれる形状となっています。また、ご覧のようにブラウンのステッチが入っていることで質感とクールの世界観に合った見た目が演出されています。リラックスの場合、シート素材が本革となることに加えて、ステッチのパターンも異なり、見た目の印象も大きく異なります。ビスポークビルドに関しては、シート素材に加えて、ステッチのパターン、ステッチの色まで、とことんこだわることが可能となっています。快適装備に関してはシートヒーターは標準装備となっていますが、シートベンチレーションに関してはどのグレードでも装備不可となっているため、注意であり、残念なポイントとなっています。続いて、後席周りについてです。後席ドア内張りはこのようになっており、前席同様の質感が担保されている印象であり、E ラッチシステムも採用されていたりと、こだわりを感じる質感となっています。乗り込みに関しては、頭上スペースは十分確保されていますが、ドアの開口幅はそこまで大きくないため、少し足の運びが窮屈な印象です。足元スペースに関しては手のひら1枚分はなく、窮屈ではありませんが、私の身長は170センチであるため、より高身長の方に関しては、事前に後席スペースの確認を行った方がいいかもしれません。センタートンネルの張り出しはそこまで大きくありませんので、譲り合いをすれば、3人掛けも可能そうです。シート形状はこのようになっており、前席ほどのサポート性のあるシートではありませんが、前席同様のステッチのパターンとなっており、質感の担保と見た目の世界観の統一がなされています。後席関連の快適装備としては、シートヒーターやパノラマルーフなど含め、装備不可となっているため、注意です。後席周りに関しては、使用されている素材などの質感は高いものが使用されていますが、機能性という意味ではヤリスクロスなどと比較して、もう少しレクサス社らしい差別化ポイントが欲しかったところです。ビスポークビルドのシミュレーションを行ってみました。まずは外板色などを選択し、その後、他のグレードにはない様々な選択肢のホイールを選択でき、その上でエクステリアパッケージの有無を選択できます。内装の選択肢が特に多く、シート素材を3パターンから選択でき、シートカラーも4パターン、それらに加えて、ステッチの色、パターン、シートベルトの色、ドア内張りのステッチのパターンまで選択可能となっており、膨大なパターンの中から自分の好みを選び取っていくことが可能となっています。まとめです。外観に関してはレクサスの新しいデザイン言語を採用することで、レクサス社であることを主張するとともに、体型タイヤの採用や幅広なボディサイズも相まって、コンパクトカーとは思えない存在感を放っており、メッキ加色などにもこだわりを感じられることからも、まさにクラスの概念を超えた高級車といえる外観となっています。内装に関してもレクサス社にふさわしい質感の素材などが多用されていることで、
こちらでもコンパクトカー離れした質感が担保されています。ただ、機能性に関してはヘッドアップディスプレイや予防安全装備の一部にオプション設定がなされていたり、シートベンチレーションの設定がなかったり、後席周りの快適装備に不足感があったりと、その他のレクサス社相当の装備が与えられているとは言い難く、価格相応という印象であったため、サイズ感など含め、自身の車の使用環境と照らし合わせての購入検討が必要な車両であると思われます。今回の動画の内容は以上となります。このチャンネルでは、他にも新型車の情報や、愛車のスープラ関連の DIY 情報の発信を毎週行っております。また、ブログも運営しており、そちらでも自動車関連情報を発信しておりますので、概要欄のリンクからぜひご覧ください。これからも自動車好きの方の参考となる情報を発信していけるよう努めてまいりますので、動画の高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。